今回は能力なしでもチート級の強さを持つキャラをご紹介していきますよ。チートというと、ヤクモゆかりのような境界を操る能力といった現実離れしすぎた技のことだけど、主となる能力なしでチートとは想像つきにくいから気になるよ。そう、中には素でもバカみたいに強い、人間離れした特技を持つキャラがいるのです。そんな少女たちの魅力と強さを紹介していきますよ。まずはじめに紹介する、能力なしでチートなキャラは白霊レイムです。レイムは白霊家の天才だし素でも強そうだ。能力なしでも鬼の巫女と言えるキャラです。それ褒めてるの？レイムの能力は空を飛ぶ能力。空を飛ぶと聞くと、マップを開いてその場所にワープするみたいなイメージですが、それポケモンの空を飛ぶでしょ。そんな補助的な能力ではなく、何もかもを無力化させるとんでもない能力。名前は空を飛ぶとなっていますが、正式的には重力を操る能力と言っていいでしょう。愚問式によれば重力から解き放たれ、自由に空を飛ぶことができる、何事にも縛られない、とされています。この能力をふんだんに活かした無双転生は遊び時間制限付きでなければ、誰も勝つことができない無敵技であり、無双封印は太陽界では問答無用の封印が可能とされているよね。能力が壊れてるのはわかるがサボリマのレイムが素でも強いってマジなの？レイムは宮出口家よりも上の白霊家の子で、しかも天才なので能力なしでもチートだった。まず東方水無双上海アリス通信テキストによれば、体術にしても妖術にしても、腫瘍は不足気味というかほとんどしない。だが、あまりある転生のセンスでカバーしていて、ものすごく強い。それはもう、人とは思えないぐらいに、とされていて、何に対しても天才的なセンスがあるようです。腫瘍なしでもものすごく強いと評されているし、レイムがどれだけ天才なのかがわかるぜ。また人とは思えないほどともされていて、人間離れしているのがわかる。人間離れしているといえば、駅舎真っ二つが有名だよな。なんとレイムは片手に持った機能払い棒で駅舎を真っ二つにするという芸当を見せています。空想科学研究所にて解明してくれましたが、レイムのスイング速度は時速 370km。これがどれだけすごいかというと、現在のドジャースの大谷翔平選手のスイングスピードが 132.4km。トップメジャーリーガーの約3倍のスイングスピードを持つミコ3回。駅舎はこの時点で人間ではなく、妖怪化しているのでおそらく人間よりも硬いのでまだ早い可能性は高いですね。また水無双のテキストによればワープしていたり、ホーミングしていたりするが、本人はまっすぐ動いているつもりらしく、自然とワープすることが可能だそうです。いやチートすぎだろ。自然にしているつもりでワープしているとか壊れすぎですよね。どういう原理でワープしているのか不明ですが、格ゲーでは実際にワープすることが可能。また勘の鋭さはほぼ未来予知に近く、結果として幸運の持ち主でもあるんですよ。東方地霊記伝では迷いの竹林を迷わずに永遠帝にたどり着いていたりしていたもんな。このように私たちの主人公は能力ありでもなしでもチートキャラです。そんなレイムも実は結構負けることがあるのよね。気になる方はこちらを見るといいぜ。それでは次に紹介するのはルナサリズムリバーです。ルナサプリズムリバーだと、おとなしそうだから全然戦闘ができるイメージが湧かないんだが、それもそのはずでしょう。プリズムリバーの本名は、料理人ですからね。いや、キングリバー三姉妹になっちゃうよ。ルナサは幽霊楽団のプリズムリバー三姉妹の一番上のお姉ちゃん。楽団は壮霊三姉妹で構成されており、ルナサはその長女で、バイオリンを担当しています。ちなみにバイオリンを使っている理由は得意だったからだそうです。プリズムリバー楽団のリーダー的な存在でもありますよ。さすがはお姉さんだけあってリーダー的な立ち位置なんだ。確かに妹二人はかなりはっちゃけている感じだし、ルナサが一番合ってそう。身長は10代の人間の少女くらいで見た目は人間とほとんど変わりはないとのこと。実は原作でもあまり喋る機会がありませんが、ルナサの口癖は落ち着いて、弦楽器を得意とし、主にバイオリンを使用し楽団のリーダー的存在でもあります。ライブ運営や楽団メンバーへの指示指導なども行っているようだな。しっかり者で実は公式的に優等生タイプとされていてエリートお姉ちゃんでもあるんですよ。しかし性格はやることはやるが暗く初登場のヨーヨームやカエイズカの立ち絵を見ると、ジョージポーカーフェイス。あらそれじゃあちょっと関わりづらいんじゃないと思ってしまうのですが実は、素直で騙されやすいタイプでもあるようです。あらま実はお茶目さんなのね。可愛いすぎる。物静かだけど実は可愛いお姉ちゃんタイプ。また何事も曲がったことが嫌いだそうです。優等生タイプなのに性格もいいとかアニメやゲームの世界の話じゃん。そしてその性格から正々堂々と勝負するのですがちゃんと強いらしい。ルナサお姉ちゃん無口でおとなしそうだけど戦闘でも強いんだ。正々堂々で強いってかっこよすぎじゃん。公式的に強いと称されているのはレアケースなのでかなり強いのでしょう。また優等生ないお姉ちゃん気質なことから、妹たち以外にもアドバイスを送っていたりすることが、カエイズカの VS モードのセリフでそれが見れます。例えば東方プロジェクトの主人公にして白霊神社の巫女であるレイムに、巫女なのに少しはしゃぎすぎね。冷静に異変を見て。と、勘に頼りがちなレイムに冷静に物事を見るようにと指摘しています。さらにマッチモードでは、もっと落ち着いて行動しないと、解決するものも解決しない。そう、少しはしゃぎすぎだから落ち着いて。といったように冷静でアドバイスを送るようなセリフばかりです。
ルナサのお姉ちゃん力が垣間見えるな。ルナサが何でもできる優等生タイプなだけにアドバイスは確実なものだろうし、ぜひとも彼女から色々教わってみたいものですよ。わかる。自分のわからなかったところを落ち着いて的確に教えてくれそうだよ。リーダー力もあり、あらゆる面で優等生という天才派だ。戦闘も強いし、音楽も上手というまさにチートと呼べるキャラクターでしょう。ぜひとも優等生のルナサお姉ちゃんに色々教えてもらいたいよ。ちなみにある噂では、ベッドでの戦闘も優等生なんだとか。それ誰情報だよ。いやそことそこでくっついとったんかーい。続いて紹介する能力なしでチートキャラは風見優香です。優香は今回のお題で代表するキャラだよね。まず優香についてですが、まず風見優香の初登場は東方旧作の東方幻想郷であり、その後銀盤にて東方海塚で登場しました。優香は旧作から登場していて、東方キャラとしては珍しく頭に帽子や飾りなどをつけていないのが特徴ですね。また彼女は、幻想郷を一年中どこかしら花が咲いているところへと放浪している妖怪でもあります。ただし最近は花の近くから動くことが少なくなったと言われています。一体どうして動かなくなったの？長く生きている妖怪はあまり活発に動くことはないようですね。ああ、だからサイコさんの妖怪であるヤクモゆかりはほとんど寝ているのか。これにはちゃんとした設定があったなんて面白い情報だぜ。そして優香はその可憐さとは裏腹に危険度極高な上に人間交流度も最悪との凶暴妖怪とされています。また妖怪としても不明なキャラクター。前回優香の種族について考察したらとんでもない経歴があることが判明したんだよな。優香の能力は花を操る程度の能力。なるほど、確かに優香に似合っているな。しかし、花を操るとはそんな器用な能力ではなく、この花を操る程度の能力はどこまで操れるかは不明だが、花を咲かせたり、ひまわりの向きを変えたり、枯れた花を元通り咲かせたりすることができる程度だった。しかし優香の進化はその純粋な葉力身体能力の高さにあり、高い基本能力を誇る妖怪らしい妖怪だそうですね。また弾幕ごっこも非常に強いようで、阿久曰くあまりの美しさに息を飲むほどと言っています。弾幕ごっこは美しさを競うものでもあるからな。強さの上限は情報が少ないので何とも言えませんが、四季様に幻想郷最強はどっちか白黒つけようと言っているので相当強い。ところで優香の強さの秘密は何なんだ？優香の強さの一番の理由は長生きしてきたことでしょう。妖怪は基本的に長く生きるほど力が増すらしい。そして優香は四季様からわざわざ叱られるほどなので相当長生きしているはずでしょうから、妖怪としてのパワーは計り知れない。だから純粋なパワーが高いのか、能力なしでそこまで強いなら、能力なしのバトルならばナンバーワンクラスかもだぜ。続いて紹介するのは渡月頼姫です。お姉様の豊姫の方も強いだろうけど、戦闘シーンがなかったので頼姫に絞ったのね。まず頼姫は東方プロジェクト書籍版東方暴月賞にてロケットで月に到着した霊夢たちに立ちふさがったラスボス的キャラです。そんな彼女の能力は心霊を呼ぶことができる程度の能力。この能力は八百万の髪を下ろすことが可能。本人のセリフからすると、数が非常に多いことではなく文字通り800万なようです。神様のデパートやないか。実は東方プロジェクトの主人公白霊霊夢も神下ろしの能力を使えるのですが、頼姫はそれの完成版で、いろんな儀式を省略して速攻で有名どころの力のある神様を出すことが可能。本当に隠しコマンドでいろんな技を即座に出せるみたいな感じなのね。でも能力がチートでおなじみだけど、頼姫自身も強いの？しかし彼女単体でも化け物です。7なんとマリサのファイナルスパークを能力なしで余裕で切り刻むというチートっぷりを披露。火力マンマリサの切り札技ファイナルスパークは格ゲーなら相手の体力半分近く削る弾幕だがいとも簡単に防ぐって意味不明すぎでしょ。また弾数の多い星の弾幕に対しては等速度の攻撃は加速度において止まっているのに等しいと言って完全に見切ってかわしています。そもそも頼姫は初めての弾幕ごっこで霊夢たちに完封勝利をしちゃうのだった。野球で例えると、血が馴染むほど努力して150キロの投球をできるようになったピッチャーに対して、ドッジボールプレイヤーのプロとはいえ高級を初めて握ったど素人がいきなり168キロを叩き出すぐらいヤバいです。上には上がいるとはいえ、精神的に来るやつだね。このようにあまりにも頼姫がチートで霊夢たちの戦闘は何だったのかという哀れみから当時は荒れてしまったようです。まあファンからするとそうなるかもな。ただ今はこの作品も徐々に見直されて公表されていますよ。どの東宝プロジェクトシリーズにも関わるめちゃくちゃ重要な漫画だし、読めば読むほど深いストーリーだからな。ぜひ皆さんも東宝暴月賞を読んでみてくださいね。ゆかり様の17歳ガッツポーズが見れますよ。そこそんな重要な部分じゃないのよ。
続いて紹介する能力なしでチートキャラは虎丸翔です。東方地霊記伝でまさかの大活躍を博したキャラクターだよな。そう、今まで虎丸翔はポンコツ、ナズーリンの方が優秀みたいなイメージでしたが、2024年になって翔の真の凄さが判明しました。まず翔は東方精錬戦御面ボスで、毘沙門天の弟子である虎の妖怪、白蓮を慕う妖怪の一人、もともとは白蓮の住む山の妖怪だったのですが、白蓮の推薦により毘沙門天の代理となった。そういえば白蓮の推薦で毘沙門天の代理となったんだ。驚き面白いところですよね。本物の毘沙門天の代理ということや、財をもたらす妖怪のため人間の信仰が強く、妖怪としては格が大きいでしょう。だがしかしそんな星は意外とポンコツなイメージが強かった。やはりそのイメージが強くなったのは精錬戦でのことでしょう。翔は毘沙門天から預かっていた宝刀をなくしてしまい、内緒でナズーリンに探しに行かせていました。かなりのお茶目さんだった。また東方部門駆除での設定によれば強さの8割が宝刀とされていて、実は戦闘面はポンコツなのではとされてきました。そのため、ファンの間で意外とポンコツなイメージがついたのよね。しかし、2024年になりついにそのイメージを払拭。2023年の東方地霊記伝単行本でまさかの再登場。出だしは二次創作のようなナズーリンに泣きつくみたいな感じではなく、むしろ荒い雑巾掛けをするナズーリンを叱るというしっかり者の一面を出しています。二次創作ではナズーリンにやれやれと思われるのが鉄板だけど、やっぱり日頃はちゃんと毘沙門天の代理らしいぜ。さらに小笠が墓場で遊んでいたことに対して叱っていたり、敵衆の反応の良さも霊夢に負けておらず、白蓮が倒れてもかなり冷静だったりと強キャラ感しかない。イメージとは全くの別人じゃないか。まあでも毘沙門天は念のため監視役としてナズーリンを派遣しているが、それが必要ないほどの働きをしている、という設定もあるので、本来の翔ちゃんはこれが正解なんでしょう。戦闘においても宝刀が8割とは思えないほどにがっつり戦える。戦場が妙蓮寺の中ということで、宝刀が使えなかったが、キー説においてトップクラスの白蓮、先ほど紹介した天才霊夢、そしてフランドールとの戦闘についてこれるというかなりの実力派だった。つまり宝刀があまりにもチートすぎただけで、星自体もちゃんと強かったのか。フランドールが出てきた時には私が戦いますと先陣を切っていたため、自身も宝刀なしでも自信があることがわかりますね。翔って若干残念な御面ボスというイメージがあったけど、完全に払拭されたな。翔ちゃんファンにとってあまりにも嬉しすぎる活躍だったでしょう。続いて紹介するのは頼神姉妹です。主に頼神ジョーンですね。なんとなく言いたいことは分かったよ。ジョーンと聞いてピンときた方は素晴らしいですね。まず頼神姉妹についてですが、彼女は人には妙に好かれるのですが、結果周りを不幸にして恨みを買う疫病神とのこと。言葉巧みに対象に取り付き、自分の意思で貢ぐように財産を使わせてしまうのです。ひなは役を集めてくれる疫病神だけど、ジョーンとはまた違う疫病神なんだな。実はこの二人なかなかに強い、貧乏神といえど神だからね。主に戦うのは妹のジョーンです。ジョーンは見た目きらびやかに着飾ったギャルスタイルではあるものの、ファイトスタイルは接近戦を得意とするガチガチのインファイター。能力が全く戦闘向きじゃないからもう拳でやるしかないのかな。指輪をはめてぶん殴るに始まり、バックを投げる、アッパーからラオウのごときオーラで宝石を掘り上げます。投げ技は腹パンを連打して相手から金を巻き上げるというチンピラのようないろんな意味で凶悪な技を使いますよ。ちなみにこちら少女の遊びです。さらに強力異分においても接近戦スタイルは健在で、拳が炎をまとうようになっており、これを周囲の石油に引火させ、爆発と炎上を起こすという、非常に危険な戦術も扱うようになった。その実力についてはバリバリの強さ。東方老イバナにて役もゆかりとの戦闘では互角らしいセリフが聞けます。いやシオンのサポートがあるとはいえ、拳でゆかり様を押し切るって相当だぜ。さらに東方強力異分ではまさかの無敗の同盟超東鉄に一応勝ちます。ぶっ壊れチートキャラの東鉄に勝ってるの？その強力さも東鉄に勝っていて、確かに勝負には勝っています。が、やはり何でも吸収してしまう無敵のユーマはすぐに再生してしまうことになりますね。拳で東鉄に勝てるってむちゃくちゃだな。このように、能力なしでもかなりの実力派なのがわかりますよ。また実は貧乏神とはいえ、かなりの商売上手。東方老イバナではゲームの裏技みたいなことして金を巻き上げ、誰も倒せなかったり、強力異分では一応観光ツアーで儲けていたしな。悪手とはいえ邪魔さえ入なければかなり儲けていますよ。もっとその才能を良いことに使ったら良いのに。間違いない。ラストに紹介するのはいざよい咲夜です。このメイドさんは完璧がモットーですからね。咲夜といえば、完璧で勝者という二つ名があるだけあり完璧超人。料理、手品、ナイフさばき、
格闘技術、ナイスボディとあらゆる面で完璧。最後の歯わかりませんが、大体昨夜の完璧さは私の授業を受けている方は特に知っているでしょう。なのであまり知られていない昨夜の完璧さをご紹介しましょう。まず昨夜は自給自足が得意です。コウマ館は実はお金をかけずに自給自足で養っているようですね。メイド養成を雇うにしても、給料ではなくてお茶や食事らしいもんな。その食事用の食材は自ら取ってくることもある模様。かなり意外なことに、サンズの川で釣りに出ているようです。メイド昨夜さんが釣り、イメージつかないな。ただ本当に奇想天の昨夜はサンズの川で釣りを考えています。待てよ、サンズの川で釣りといえば牛気のウルミ姉さんが思いつくよな。そのウルミ姉さんは釣った魚を幻想郷で売ると言っていたので、もしかするとコウマ館と繋がっている可能性はある。それめちゃくちゃ面白いぜ。ただどちらかといえば昨夜とウルミ姉さんが一緒に魚釣りしているのが理想ですね。メイドさんとおしっこが魚釣りってどんな絵面なんだよ。続いて昨夜の完璧なところは膝枕がめちゃくちゃ気持ちいい。ほう、なかなか興味深い内容じゃないか。実は昨夜の膝枕はトユルースリーパーの枕よりも寝れるぐらい安眠効果があるかもしれない。低反発なら胸あたりもいいんじゃな。東方暴月賞において、レミリアが先ほど紹介した頼姫に敗北後昨夜のお膝でおねんねタイムに入るのです。あら可愛い。で、この睡眠までの時間がかなり短いはず。倒された後、レイムに交代して戦闘が始まる前にはもう寝ているので、深い眠りにつくまでがあまりにも早い。確かに言われてみれば。しかも負けた後ということで、精神的ダメージもあるはずなのでなかなか寝つけないものでしょう。しかし昨夜の膝でぐっすり。そのため、相当昨夜の膝枕が完璧なことがわかります。ドレミースイート枕と対決してほしいわ。このように昨夜はいろんな面でも完璧なんですよ。他のキャラもまさにチートと言える魅力を持っていて面白かったぜ。私と同じように昨夜さんに寝かしつけられたい方はぜひコメント、または高評価で教えてくれよな。またレイムが敗北した強敵集も紹介しているので見に行ってみてくださいね。ここまでご視聴ありがとうございました。